皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今日のエピソードでは日本のゴールデンウィークについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークという言葉を聞いたことがありますか？英語で言うとしたらそのままでゴールデンウィークだと思います。なんか金色に輝いてる週、そんな日があるの？または金を買うべき日とかっていういろんな考えが出てくるかもしれませんが、確かに金色に輝く日と言っても言い間違いではないかもしれません。ゴールデンウィークというのは日本の大型連休のことです。毎年4月の終わりから5月の初めにかけて、いくつかの祝日が続くので、多くの人が長い休みを取ることができます。日本の新年度は4月に始まるというのを以前にもお話ししたことがあるんですが、学校が始まって新しい会社で働き始めて、初めての大型連休になります。なのでこのお休みっていうのは日本人にとってはとても大事なものになります。では今回はこのゴールデンウィークについて、ゴールデンウィークはどんな祝日があるのか、日本人はどうやって過ごしているのか、また私はどうやって過ごしてきたか、どうやって過ごすのかについてご紹介していきます。ではまず、なぜゴールデンウィークと呼ぶのかですが、これはいろいろ諸説があります。ゴールデンウィークができた当時は、娯楽としてラジオを聴いて楽しむ人が多かったみたいです。連休の時期はラジオの視聴率が高かったため、視聴率っていうのはどのぐらいの人がそのラジオを聴いてくれているかってことなんですが、このラジオの視聴率が高かったため黄金週間と呼ばれていたという説があります。その黄金週間をカタカナにしてゴールデンウィークに変わり、でそれがインパクトがあるっていうか、いい言葉じゃんってなって広まっていったというのが一つの説です。一つのセオリーです。でもう一つは、映画をヒットさせるための宣伝文句、宣伝用の言葉としてゴールデンウィークという言葉が作られて、それが広まっていったという説があります。こんな感じで、今では本当に誰もが知っている定着した言葉になりました。では今年の2025年のカレンダーをまずは見てみましょう。今年は4月26日、27日が土日、週末で、28日が月曜日、そして29日が、初めての祝日、ゴールデンウィークの、始まりといった感じ。こんな感じで続いていきます。そしてもし会社員の方、社会人の方で、平日に有給を使って休むとなると、今年は11連休になります。なので11日間お休み、働かなくていいということになります。会社員の方だったらこれができるかもしれませんが、学生はそうもいかないです。もちろん休みたかったら休むこともできるんですけど、学校側も生徒が休まないようにいろいろ工夫をしています。このゴールデンウィークの合間の平日とかにちょっとしたイベントを組み込んだり、遠足というピクニックとかどこかへお出かけする予定を組み込んだりして学生が学校を休まないようにしていたりもします。私が通っていた学校は特にこのやり方で、なんか休みの間に学校行きたくないけど、でも遠足行かれへんのは違うかみたいな感じで私は、学校に通っていました。なのでゴールデンウィークの間はもう学生ももはや先生もちょっと休み気分になっているので、めちゃめちゃ勉強という感じではないですが、学生は、学校に通う必要があります。その間の平日は。でも大人だったり会社員で、有給が使えるという方は今年は11連休になる可能性があります。そしてゴールデンウィークに祝日は4つあります。まず4月29日は昭和の日という
祝日です。これは昭和天皇のお誕生日を記念した祝日です。日本には日本独自の年号というのがあります。今年だったら2025年ですよね。このように年を数えるための、一つの方法みたいなのが日本にはあります。そしてこの年号っていうのがそれです。昭和というのは今より2つ前の年号になります。で、今が令和、1つ前が平成、その前が昭和になります。で、この年号っていうのは天皇陛下が変わることに変わります。なので、その時代のその年号の時の天皇陛下の誕生日が基本的には祝日になります。そして昭和天皇の誕生日の祝日が未だに残っていて、昭和の日となっています。それが4月29日です。この日は何かそのイベントがめちゃめちゃあるっていう日ではなく、基本的にはやった祝日、学校お休みだ、仕事お休みだみたいな感じで、ただただ嬉しい日という印象があります。では次は5月3日。これが憲法記念日です。日本国憲法、今日本が、使用している憲法が1947年に施行されたことを記念した祝日です。憲法ありますよね。Constitution ですかね、英語だと。これが日本語では憲法というんですが、1947年の5月3日に今でも使用されている憲法が、施行されました。使われ始めました。その祝日です。今年でなんと79年になるみたいです。ちなみに日本の憲法はこの79年前から一つも変わっていないです。で、この日も特にお祝いとか何かがあるという日ではなく、ただただ祝日やったねっていう日です。では次は5月4日、緑の日です。緑の日、Green Day、何その日って思うかもしれないんですけど、自然に親しむ日とされています。緑の日っていうのは、もともとは昭和の日が緑の日と呼ばれていました。そしてこれが法律が変わって5月4日に移動されて、4月29日は昭和の日、そして5月4日が緑の日となりました。この5月4日が緑の日になることによって、5月の初め1週目に祝日が増えて、ゴールデンウィークになっていったということになります。そしてゴールデンウィーク最後の祝日が子どもの日です。この日は子どもの健やかな成長を祝う日になります。3月にひな祭りといって女の子の成長を祝う日があるんですが、5月5日子どもの日は特に男の子の成長を祝う日になります。そして公園などに行けば鯉が空に吊るされていたりします。木と木の間や柱と柱の間に紐を通してそこに鯉を吊り下げます。なので風が吹くと鯉が空を泳いでいるような風景が見られます。大きい公園などに行くとこういう風景が見られるかなと思います。鯉は困難に負けず成長していくという象徴だそうです。なので鯉を空に吊るしているそうです。このようにゴールデンウィークというのは日本の祝日が4つ重なっているので、土日をうまく挟んで有給を使えば1週間以上休める週になります。では実際日本人がどうやって過ごしているかですよね。ゴールデンウィークにある祝日は一日一日お祝いをするという日よりかは、やった祝日お休みだ OK じゃあ出かけよう旅行しようみたいな感じの日になります。なので多くの人が国内海外問わず旅行します。またはお出かけをします。飛行機代とかホテル代がもうめっちゃ高いです。これを聞いてくださっている方でゴールデンウィークに旅行を計画したことがある方もいるかと思います。で、思い出してみてほしいんですけど、めっちゃ高くなかったですか？私も旅行が好きなのでいろいろ調べたりもするんですが、ゴールデンウィークっていうのはいつもめっ
ちゃ高いです。私、祝日なので絶対休めるという方も多いと思います。みんな早め早めで旅行の計画を立てたりして、1ヶ月前にホテルとか飛行機を予約しようとしたら全然空いてなかったり、もう本当に高い効果ということもあります。会社員の方だったり、学生は休みという方が多いですが、逆にめちゃめちゃ仕事という方も多くいます。こういう旅行とか観光業で働いていたり、サービス業の人たち、レストランとかもそうですよね、サービス業。この業界で働いている方は、このゴールデンウィークという期間がもう本当に忙しい期間ということもあります。その業界、そこで働く人たちにとったら、今が稼ぎ時で、お客さんいっぱい呼ぶぞ、いっぱい売り上げ上げるぞって意気込んでいる方もいると思います。そこでバイトをただしているってだけだったら、うわ、疲れる人、もう早く帰りたいみたいな感じで思ってる方もいるかもしれません。とにかく人が多いってことです。なのでゴールデンウィークは日本人にとったら、旅行ができる、遊びに行ける、学校が休み、会社が休み、最高っていう、方と、または仕事が死ぬほど忙しいっていうこの両極端になるかなと思います。では最後に私がどうやってこのゴールデンウィークを過ごしてきたか、または今年はどうするのかっていうことをお話ししたいと思います。私が学生の時、学生時代はやっぱり部活動をずっとしていたり、高校生になった時はずっとアルバイトをしていたと思います。はっきりと覚えているわけではないんですが、やっぱりゴールデンウィークがお客様が増えるので、バイトは入れる人はもう全員シフト入れみたいな感じでめっちゃ働いていたと思います。なのでアルバイトをたくさんしてお金を稼いで、そして友達とたまに遊ぶという風に過ごしていたと思います。で、今年なんですが、淡路島という瀬戸内海に浮かぶ小さな島があるんですが、そこに1泊2日で遊びに行きます。初めて行くわけではないので、いろんなものを見ていろんなところに行ってというよりかは、もうちょっとゆっくりしたリラックスした旅行になるかなと思います。まだ全然プランを立てていなくて何しよっかなって考えているとこなんですが、なんとなくゆっくり旅行するかなと思います。で、この前大阪・関西万博に行ってきました。で、そこにある中国パビリオンに行ってきました。そこで実際のパンダの赤ちゃんと同じサイズかまたは同じ重さぐらいの人形があったんですけど、もうそれがめっちゃ可愛かったです。で、そのパンダが可愛すぎて、和歌山県にあるアドベンチャーワールドというところにパンダを見に行きたいなとちょっと思っています。このゴールデンウィーク中に行こうかなと思ったりもするんですけど、それは考え中です。で、アドベンチャーワールドというところにパンダがいるんですが、もうすぐ6月末ぐらいに中国へ帰ってしまうらしいです。なので関西ではパンダが見られなくなります。というニュースを見たので、よりパンダを見たくなりましたが、まだ行くかは決めていないので、行ったらディスコードだったりインスタに写真をあげようかなと思っています。なので、インスタをフォローしたり、あとはディスコードのコミュニティにまだ入っていない人はぜひ入ってみてください。今回は日本の大型連休、ゴールデンウィークについてお話ししました。4月から新学期、新年度が始まって、学生の方も会社員の方もここで一旦休憩というか、そういう時期になります。新しい環境でいいこともあるだろうし、まだ慣れなくてストレスが溜まったり不安なこともいっぱいあるだろうから、ここで一回休憩というかリラックスできる長い休みがあるっていうのはとってもいいことだなと思います。そして多くの方が旅行するので、観光地も新幹線とか飛行機とかもめっちゃ混んでると思いますし、道路は渋滞する場所がたくさんあるかなと思います。なのでゴールデンウィークは、例えばバスで駅や空港に向かう人は余裕を持って行動する必要があります。予定を詰めすぎると高速道路が渋滞していて遅刻したり、空港に全然たどり着けなくて飛行機に乗り遅れたっていうこともあるかと思います。なのでその辺はゴールデンウィーク期間中は特に気をつけておいてください。
他のアドバイスがあるとしたら、海外からの旅行はゴールデンウィークは避けた方がいいかなと思います。日本国内のホテルだったり飛行機だったりいろんな場所でも値段がとても高くなるので、あと人が本当に多くなるので、少しでも人混みを避けたい、ゆっくり旅行したいという方はできるだけこういった連休は避けて平日に旅行することをお勧めします。また今日本に住んでいる方だったらゴールデンウィークは休みだからどこか行きたいという方もいるかと思います。今日本に住んでいる方何か予定はありますか？またゴールデンウィーク後にこれを聞いてくださっていたら何かしたりどこか行ったりなど何か楽しいことはありましたか？または日本に住んでいなくても皆さんの国にもこういう長い休みはありますか？もしあればぜひコメントで教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。トランスクリプトを見たい、ダウンロードしたいという方はメンバーシップに入っていただくと見ることができます。またはこのポッドキャストをこれからも作り続けていくための応援だったりサポートをしたい、サポートをしてくださるという方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも動画を作っていくので、楽しみにしていただけたらなと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。